日本に来る前、正直こう思ってました。日本料理ってどうせ韓国でも食べられるし、そこまで違わないでしょって。でも現実、全然違いました。日本で初めてちゃんと食べた瞬間、価値観がひっくり返りました。じゃあ、なぜ日本料理はここまで心と身体に刺さったのか。この動画では、ラーメン、寿司、うどん、とんかつ、牛丼を通じて、一見当たり前すぎだけど、皆さんが気づいていない日本の食の意外さを韓国との比較と僕自身の実体験で腹の底からわかる形でお話しします。一つ目、ラーメンです。ラーメンほど日本に来て世界が広がった食べ物はありません。正直韓国で想像していた日本のラーメン、そして食べていた日本のラーメンって醤油ベースでまあ一種類でしょくらいの認識でした。でも日本、皆さんわかる通り異常なまでに多様ですよね。九州、福岡、北海道、東京、名古屋、大阪、土地が変わるたびにスープも麺も哲学も違う。醤油、塩、味噌、豚骨、家系、二郎系、中華そば。これもう料理ジャンルじゃなくて文化圏の話かもしれません。実は僕ですね、日本に来て最初に食べたのは博多ラーメンだったんですけれども、正直に言ってですね、悪くないけどね、美味しいけど、なんかそこまで中毒性のある味ではないかもな、僕にとってはですよ。で、そこで日本のラーメンっていうことがこんなもんかって思ったんですけれども、勘違いしていました。東京に来てですね、家系ラーメン食べた瞬間もう全部ひっくり返ったんですね。太くて短い麺、どっしり濃いスープ、しょっぱさと油の暴力、そこに海苔と白米を巻いて食べる。ああ、これだ。求めていたものはこれだと心が叫びました。今でも週2、3回食べています。今日も家系ラーメン食べさせていただきました。二郎系ラーメンも大好きです。山みたいな安さ、罪深い油。ただ健康も考えて最近は抑えています。日本のラーメンはですね、好みが合う一杯に出会うまでの旅そのものです。この奥深さ、日本食、誇っていいかもしれません。二つ目、寿司ですね。寿司もですね、もう本当に日本でしか食べられないうまさあるんですよ。韓国にも寿司あってですね、実は最近この数万円レベルの高級寿司というのは、日本と遜色ないと言われる寿司屋もちょこちょこ出てくるようになりました。でも問題そこじゃなくてですね、日常で食べられる寿司のレベルが本当に全く違うんですよ。僕らが現実的に行く寿司って、せいぜい1000円、2000円、3000円ぐらいじゃないですか。これは日常的によく行く週1レベルで行く話ですよ。韓国でその価格帯ですと、ネタは薄いとか、シャリはただのご飯の塊とか、鮮度やバランスを楽しむ余裕はないんです。正直、ご飯に魚を乗せただけに近いです。これでもですね、アメリカとかヨーロッパに比べると、めちゃくちゃ嬉しく食べられる値段ですけどね、韓国のあれでも。これは仕方ないです。魚が食卓に行くまでのその経路だったりとか、日本のスシローさんたちが頑張ってきたこのオペレーションの技術だったりとか、これは1年2年でできるもんじゃないですからね。で、実際日本のスシロー、はま寿司さん、かっぱ寿司さん、100円ぐらいでちゃんと寿司ですよ。シャリ崩れない、口ほどける、ネタに艶があって、温度も設計されてる。しかも家族で行けるボックス席があって、子供はデザート、大人は寿司。この日常性と完成度ってもう最高なんですよ。僕の両親もですね、日本に来ると必ず言います。高級店じゃなくていい、回転寿司に行きたいって、日本のお寿司はですね、特別な日に食べるものじゃないです。毎日の幸せとしても成立することができる文化ですね。これも日本の国宝だと思っています。3番目、うどんです。うどんもですね、日本に来てから印象が何度も更新された料理です。僕が初めて日本のうどんを食べたのは、確か福岡でした。正直、最初は驚きました。柔らかい、コシがない。といえばそうかもしれない。でも、一口すすった瞬間分かったんです。福岡うどんはですね、麺をかませに来ていない。主役は透き通った出汁と、すると喉を通る優しさですね。朝でも体調が悪くても、胃が疲れていても、これから入るよ。そんな生活に寄り添ううどんでした。なんというか健康に良さそうな味ですね。派手さはないけど安心感がある。でも正直に言ってですね、僕、もちもち派なんです。そうなると、やっぱり外せないのが、讃岐うどんですね。噛んだ瞬間、ぐっと跳ね返してくる弾力と、太めの麺にいりこで汁、そこにごぼう天やかき揚げを乗せる。この噛む喜び、これは簡単に真似できません。韓国や海外でももちろんうどんありますよ。見た目は似ているものも多いですよ。でも、この麺の食感の完成度だけは、また日本の職人さんたちが何十年間かけて研究してきたものじゃないですか。これ日本の讃岐うどんも感動します。日本で老舗と言われてるうどんって美味しいですよね。このうどん一杯でどっちの哲学がわかる、その讃岐と福岡でも違うし、おそらく福岡と他の地域でも違うと思うんですよね。この日本の麺文化。僕本当に恋しいです。
4番目、とんかつです。とんかつですね。もちろんこれも韓国にもあります。最近美味しいとんかつ屋も多くなってきました。でも、日本のとんかつと思想が全く違うんですね。その、両とんかつの種類が若干違うイメージです。和食とんかつとヨーロッパ食とんかつみたいなそのくくりになっちゃうんですね。韓国のとんかつは基本的に薄く叩いた肉です。皮をカリッと揚げて、上から甘いソースをドバッとかける、この主役や肉でもあるんですけれども、この皮とソースなんですね。だから正直、とんかつは揚げ物に近い認識でした。で、その常識がですね、東京の上野で完全に破壊されました。初めて入ったのはですね、当時有名店だったんですけど、今閉店してしまった、とんかつ武蔵野っていうところです。出てきた瞬間ですね、まず驚きました。肉が分厚い。これをもう切るとサクッとした皮の音の後に、中からジュワッとこの肉汁が広がる。とんかつってこうやって肉、そして肉からのジューシーを味わう料理だったっけと思いました。しかも皮は死んでなくてですね、油っぽくない。湿気があるわけでもない。最後まで生きてる皮ですね。そして白米も一粒一粒水分があって、湯気が立ち上がる。この肉、皮、ご飯の3位一体はですね、これはもう揚げ物じゃなくて完成された定食文化かもしれません。韓国でのとんかつ体験は、バックグラウンドミュージック付きの料理だとしたら、日本のとんかつは静かなコンサートホールで聴く生演奏、噛むたびに日本のとんかつってこういうところ大事にしてきたんだろうな、みたいなことがちゃんとわかる瞬間がありました。最後5番目、牛丼ですね。韓国で食べたことあるかないかのレベルですね。韓国式牛丼、韓国で売ってる日本版牛丼みたいなのは、プルゴギチャーハンに近い料理ですね。甘辛く炒めた牛肉をご飯に乗せて食べる、そんなイメージです。でも日本に来て牛丼って韓国でもかなり色が違いますし、店ごとにも味が違うと僕感じています。すき家、吉野家、松屋、全部同じ牛丼なのに、甘さ、塩加減、だし汁の味、肉の煮え方、もう絶妙に違うと思うんですよね。多分僕、松屋とすき家の味をはっきり区分できます。吉野家も多分できると思うんですね。これ、冷静に考えると面白い文化でして、でその中で僕、松屋さんがもう本当に大好きなんですけれども、少ししょっぱめでパンチがある。この味付けが正直言うと、韓国人の舌にかなり合います。だからかもしれないですけども、松屋さんのビビン丼も自然にはまりました。なんか日本にいながら、どっかでなんか韓国の匂いが感じることができる。この距離感が心地いいんですね。で、牛丼が何が好きなのかっていうところで、他で言うと、いつでもどこでも早く、安くちゃんと美味しい。日本のどこに行っても一緒ですよね。東京上野駅近くにある松屋で食べる味と、この間京都に行って松屋食べたんですけれども、本当に味一緒でもう大好きだったんですね。この忙しい日とか、当時京都は学会の日だったんですけれども、疲れた夜、財布が軽い月末、その時に温かいご飯と肉が数分で出てくる社会。気づけば僕、レベル1の安心ご飯として牛丼を消費して食べているかもしれません。日本の牛丼、料理を超えて生活インフラになっているかもしれません。最後ですね、伝えたい話ありまして、今日話した料理ってどれも特別な高級料理じゃないですよね。とんかつ、寿司、ラーメン、牛丼、うどん。皆さんがなんとなく食べている日常のご飯です。でも実はこれですね、海外に行って同じご飯を同じレベルで食べようとしたら本当に難しいんですよ。値段、再現性、日常性全部違うんです。僕自身もですね、日本に来てから本場の韓国料理を食べるっていうことの難しさを実感しています。高かったりとか、日本に味付けされたりとか、別にそれはそれでいいと思うんですけれども、海外に行くと、この日本の当たり前の味っていうことを味わえなくなるということですね。だから皆さんこの日常の食っていうのを、もう一度考えてみると面白いかもしれません。スマホを見ながら流し込むんじゃなくて、その湯気、香り、歯応え、出汁の要因とか、一瞬でいいから、ちゃんと感じてみると、ちょっと雰囲気が違うかもしれません。これ贅沢なとこでもなくて、皆さんこれ1000円以下で楽しめるこの日本料理って良くないですか？僕は日本にいる韓国人留学生としてこれからも日本がもっと好きになる話を全力で泥臭く感情を込めて伝えていきます。また一緒に日常をちゃんと味わいましょう。チャンネル登録もお忘れずに。以上、パクでした。アニョ。